かけやおすすめ理由をお話しする動画です。メリノウールは羊の毛から取られた天然素材で、羊毛の中でも最高品質と言われていて、繊維の細さが他のウールと比べて細いので、サラサラとした着心地の素材ですね。そのメリノウールの特にインナーなんですけれども、ハマるきっかけとなったのが2年前に2泊3日の北アルプス登山に行ったんですね。で、8月の夏山で2泊を山小屋に宿泊するんですけれども、白馬岳から杓子岳、そして槍ヶ岳という連山コースで、とにかくね、荷物をね少なくしないと体力が持たないということで、着替えを最小限にして気候の変化にも耐えられる服装ということで勧められたのがメリノウールのウェアなんですね。何が山登りにおすすめかというと、ざっくり2つ、優れた保温性と防臭効果ですね。で、優れた保温性は繊維の表面の凹凸が湿気を、吸収して熱を発生させる性質があるということですね。汗をかいても冷えを感じにくいということですね。防臭効果はちょっとね理論がちょっと難しかったので省きます。その2日間はとにかくもう汗だくなんですよね。もちろんお風呂もありませんし、幸いこの山の最終日の白馬槍ヶ岳には天然温泉があって、2日目に温泉に入ることができるんですね。で、日本で一番高いところにある天然温泉に入りました。普通の繊維のものでもいいんですけれども、私はすごい匂いが気になるタイプなので、インナーはメリノウールにしました。で、アウトドアメーカーで探した結果、モンベルが安くてシンプルだったので、結構モンベルで揃えていきました。こちらはアイベックスですね。結構さらりとして型崩れも少なくってすごく着やすいですね。ちょっと形や色がちょっと好きじゃないんですけれども、着心地はすごくいい。で、これは eBay で買ったんですけれども、日本ではあまり見かけないブランドでしたね。これメンズなんですけれども、ちょっと気持ち厚手ですね。暖かい感じがしますね。よれなんですけれども、アイスブレーカーですね。これもさらりと着れて肌触りもよくって型崩れしないですね。でもシンプルな黒があったので、これもよくもう一年中着てる T シャツです。そしてモンベルのメリノウールっていうのはメリノウール 100% ではないんですね。で、スーパーメリノウールって言ってウール 85% とポリエステル 15% で、これが速乾性機能や型崩れなどを考えられた素材になっているそうで、本当はやっぱり 100% がいいんですけれども、アイスブレーカーなんかは 100% が多かったですね。 100% というと、最近ワークマンのメリノウールインナーが 100% で2000円切っているものがあるんですね。今日はモンベルとワークマンのメリノウールのインナーの比較もしてみたいと思います。で、まずモンベルはスーパーメリノウールの生地バリエーションが3パターンありまして、ライトウェイトの薄手とミドルウェイトの中厚手と厚手のエクスペディションがあります。モンベルには首周りの U ネックとラウンドネックがありまして、私はすごい寒がりなのでいつもラウンドネックを着ています。で、まずこのライトウェイトですね、100g 価格が5610円ですね。で、こちらは薄手ながらも高い保温性を備えたアンダーウェアですね。で、自然にストレスなくインナーとして着れます。で、ストレッチ素材に優れているので動きやすくとあるんですけれども、私はヒートテックに比べると伸縮性はあまりないように感じますね。で、こちら私が持っているのは U ネックとラウンドネックの方ですね。だいたいやっぱり結構U ネックの方はすごくしっかり開いているので、女性の方のその V ネックとかにはすごくいいかと思うんですけれども、本当寒くなるとすごく首周りも寒くなっちゃうので、私は結構ラウンドネックの方をよく着ています。こちらの方ですね。ちょっともうヨレヨレなんですけれども、上がラウンドネックで下が U ネックになりますね。こちらはライトウェイトになるので、結構夏山というかそういった時も着ていけるように結構かなり薄手ですね。でもこれ結構極寒の時はすごい寒いかなと思います。ヒートテックの一番薄いタイプのと同じぐらいの暖かさじゃないかなと私は感じています。やっぱり薄いのでストレスなくインナーとして着れますね。で、こちらがミドルウェイトの中厚で7040円の 145g ですね。
ライトと比べると若干の暑さ増しっていう感じなんですけれども、実際着てみるとね結構やっぱあったかいんですよね。上に重ねるものにもよるんですけれども、真冬だと私はもうこれにカシミヤのセーターというか、セーター系だったりとか何ですかフリースなんかを着るとすごくとても暖かいと感じてました。透け感もライトウェイトと比べるともう全然違いますよね。しっかりと詰まってます。ヒートテックと比べるともう極暖ぐらいに暖かいんじゃないかなと思いますね。このメリノウールインナーの全てもそうなんですけれども、袖口なんかも折り返して縫い込まれてあるので、すごくね伸びたりとかテロンテロンにヘロンヘロンになることとかがねすごいないんですね。この辺はすごくしっかりしてますね。なのでもう肌寒いとかじゃなくてもう寒いと思った時はもうこのミドルウェイトの方をよく着ています。でね、そして次が一番厚いね厚手のエクスペディションなんですけれども、価格がね8030円でグラムが195グラムですね。で思い込みってすごい怖いと思ったのが、私はエクスペディションと思って着ていたのが実はミドルウェイトだったんですね。私はねもうそう思い込んで去年1年間ね寒い中このミドルウェイトを厚手と思い込んで着てるんですよね。もうやっぱりね厚手はあったかいわと思ってね着てたんですよね。そうなんです。だからね私この動画を撮影し始めて知ったという始末なので、ちょっとねこれはね感想でお伝えしたいと思いますね。このエクスペディションですね。でライトとミドルとまたね生地が少し違うみたいで、ライトとミドルはウールとポリエステルに対してエクスペディションの方はウール、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンとなっていますね。少しね構造が違うみたいなんですけれども、私はねミドルウェイトですごい満足していたので、本当ねエクスペディションになるとすっごいあったかいとね想像されるんですけれども、肌に当たる生地の方には吸収拡散性に優れる繊維をプラスで、ウールだけでは達成できない速乾性があって、濡れてもすぐに乾き汗冷えを防ぐそうですね。で襟周りをね襟周りの保湿性を高めるためにライトとミドルに比べて狭く設定してあるみたいですね。本当今年はねこれを買ってちょっと体感してみたいと思います。銀スというかタイツも何着か持ってるんですけれども、このウールのライトの方ですね、これ5000円ぐらいなんですけれども、透けるぐらい薄いんですね。インナーとして履くには軽い防寒にはなると思うんですけれども、生地的にはそこまで暖かいかなという感じはしないですね。1枚で履くと結構スースーした感じですね。個人的には伸縮性がねもうちょっとあればすごくいいんですけれども、そのせいか引っ張りすぎるとストッキングの電線のようにね破れてしまうんですよ。でこれも伸縮性からのものだと思うんですけれども、股のあたりというか動きがねなんかちょっとしづらいんですね。切り替えというか余裕がないというか立体的に作ってないんですよ。なのでちょっと動かしにくいっていうのを感じますね。膝がね出てきたりとかヨレヨレ感っていうのはないですね。こちらはミドルウェイトのスパッツですね。これライトと比べてかなり暖かく感じますね。パンツの下だったりとかスカートの下なんかに履くと結構暖かいなっていう感じます。でねこの私ね2年間ほどインナー、特にねショーツはメリノウールにしたんですね。変えたんですね。でものすごくもちろん冷え性なので変えたんですけれども、それもほぼモンベルなんですよ。やっぱりシンプルなので一年中ですから本当3枚から4枚をローテーションで使うんですけれども、でこれまでねやっぱ河川のテロンテロンとしたこのショーツスルスルみたいなショーツをね履いてたんですけども、とにかくね冷えるんですよ。特に冬場とかこのショーツに変えてから、ね、冷えがねすごい改善されたようにすごい感じるんですよ。腰回りとかももちろんあったかく感じます。でウールなんですけれども、もちろん夏でも履くんですね。で夏でも暑くなんか蒸れることっていうのはあまりないですね。とにかく一年中履けるパンツですね。このねハイウエストのはちょっとねなんか
股関節周りもちょっと動かしにくいので結構あんまり履いてないで、普通の形のショーツが私はおすすめですね。でもお腹周りが冷える方はこちらもおすすめです。そしてねスポーツブラみたいなのがあるんですけれども、これもね一応私使ってるんですけれども、サポート力がもちろんないのでサポート力を重視する人に本当おすすめできない商品で、あくまでなんかスポーツブラという感じ、つけてるだけっていう感じですね。素材にこだわりたい方向けだと私は思います。そしてねやっぱ冷え性の方におすすめするのがこの靴下なんですけれども、これはメリノウールのトレッキング用の、山登り用のねソックスなんですよ。2000円前後だと思うんですけれども、ウール、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンで、ウール的には 60% なんですよね。で登山用でちょっと厚めにできてるんですけれども、保温性と防臭効果に本当優れていて、洗濯とかのね縮みも少なくって、ちょっとね日常的には厚みがあるので、靴なんか履くとねちょっと違和感があるんですよね。冷やしたくない夜お風呂上がりなんかに履く靴下として、これもローテーションで寒い日は使っています。これ本当ね手放せないおすすめ商品です。はい、そしてねやっとこのワークマンなんですけれども、私ねこのワークマンのメリノウール 100% のインナーなんですけれども、昨年からね着てるんですね。これがまた価格もそうなんですけれども、メリノウール 100% で肌触りがよくって伸縮性もあって、モンベルよりあると思う。伸縮性の方はですね暖かいんですよね。昨年冬1年間着たんですけれども、まず今年出ているのがレディースメリノウール長袖ラウンドネックシャツですね。これは今年のモデルなんですね。で私が昨年着たのはネックが少し詰まっているレディースなんですよ。でちょっとラグランみたいになってるんですけれども、こちらもねなってるんですね。結構ね詰まってました。でこのモデルはねもうないみたいですね。メンズの方が首が締まってるので何回か試着してみたんですけれども、 S でもなんかね結構ブカブカっとしてるので、インナーとして着るにはちょっと向かないなと思ったので、もちろんやっぱり女性用ですね。 M でも結構ねゆとりがあるかなというふうに感じました。こちらですね前の分にはこのマークがついてたんですけれども、今年の分になると襟ぐりだったりとかちょっと形が違ってきていましたね。で重量を測ってみると 135g だったので、モンベルでいうとミドルウェイトぐらいだと思いますね。確かに私も体感的に感じるのはミドルウェイトくらいの暖かさを感じます。厚さもそうですね。そしてねやっぱりね暖かいんですね。これはいろいろねメリノウールをいろいろ着てみて、薄さとか厚さ、重量とかをね考えてみると、やっぱりね暖かいし、もう何といっても安い。もうね安い、これに尽きると思います。で一つやっぱり欠点があるとすれば、モンベルとか他のメーカーのものに比べると若干やっぱり毛玉ができやすいような感じがします。であと型崩れというかちょっと伸びた感じもこちらにはあるかなと思いますね。結構ね暖かいのでちょっと軽く着たいなという時はちょっと暖かすぎる感じがするかと思うんですけれども、低価格でちょっとメリノウールインナーを試したいなと思われる方はもうすごくおすすめです。肌触りとしては私はモンベルより好きかもしれないですね。でちょっと襟ぐり感なんですけれども、これがモンベルの U ネックですね。結構ね開くので結構ね寒いんですよね。だからこれは極寒の時だったりとかはちょっと避けています。でこちらがワークマンのラウンドネックの方ですね。結構しっかりと首周りもねしてますね。これちなみに M なんですね。さっきのモンベルの M に比べて結構余裕があるかなっていう感じがします。で私がこちらね去年着倒したワークマンのメリノウールの方ですね。もうかなりね首が詰まってる
詰まってて、でラグランになってるのですごくね、これね首周りすごい暖かかったんですよね。もうこれをもう一度発売してほしいなと私は思っています。はい、でね、このワークマンのメリノウール結構取り扱い店があるところとないところとあるので、私はホームページの方であるところをチェックして、そこに結構ね在庫確保というか取り置きができるみたいなので、取り置きをしてもらって買いに行きました。在庫確認の方もねホームページの方でできるのですごい楽だなと思いました。はい、でね、メリノウールはね自然素材で虫にね食われやすいので、冬が終わって直す時なんかに防虫剤をしっかり入れて保管するっていうのが大切ですね。個人的には汗をかくと繊維にね水分を含み、なんか重たく感じ乾きにくいというイメージが私的にはすごく何年か着てみてそういう印象がすごくあります。デメリットの一つじゃないかなとは思います。はい、で優しいね温かさと保温性と落ち着く肌触りで防臭効果が私の一番のおすすめするこのメリノウールのインナーとなります。今回は私がね使用しているメリノウールのインナー紹介をしてみました。ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。It's only a dream. It's how I feel. You deserve better than